今日は明るく軽快なジャズ風ピアノ曲を作るラグタイム系スタイルを解説するよ。最近ちょっと暗いテーマが続いたから、次の動画は明るいテーマにしようと思って、何にしようか考えながら買い物してたら、店内 BGM でラグタイムが流れて、これだ。そんな理由でテーマがラグタイムになったよ。勢いだけで決めたけど需要あるのかな。まあ明るいピアノ系スタイルと考えれば、他の曲と混ぜて便利に使えそうだよね。今回解説するスタイルはラグタイム、ラグ、ノベルティピアノの3種類だよ。各々の単語の意味は後で説明するとして、まずは早速実例を聞いてみようか。今回の動画からは最初の実例はインスト、ボーカルの2曲にしてみるよ。歌なしのインストの例もあった方が、どんなスタイルか理解しやすそうな気がする。ラグでも構わないさ、二人だけの秘密の行動、どんな障害も乗り越える。止まらないこの感情、ラグっても構わないさ、二人だけの秘密のコード、どんな謝罪も乗り越える。3種類のラグタイム系スタイル、それぞれの違いを聞き分けられたかな。ラグタイムはかなり効果が強いよ。1回入力でも大抵の曲に影響を与える。でも効果が強すぎるのが逆に欠点かな。ラグタイムっぽくなりすぎてしまう。ラグは頭文字大文字の時だけ効果が出る。曲名スタイルによく見られる特徴だね。ラグタイムは〇〇ラグって題名の曲が多い。だからラグだけでも効果が出るんだと思う。ラグは曲調を強く変えないのが魅力だね。他のスタイルの効果を大きく変化させない。ピアノ以外の楽器にラグタイムを弾かせる。今流れている BGM みたいな曲も作れるよ。ノベルティピアノは他の2つと比較して、明るさや軽快さをあまり曲に伝えない。ラグタイムっぽさがあまり出ないので、ピアノ系のスタイルとして使いやすいよ。特に重要なのはジャズではないってこと。ラグタイムはそもそもジャズより古い音楽だよ。ラグタイムは音の響きはジャズだけど、リズムや曲調はまだジャズになっていない。この響きだけジャズのピアノ系スタイル、これはかなり便利に使えるスタイルだよ。それじゃ次はラグタイム系のスタイルをピアノ目当てで他の曲に混ぜてみよう。混ぜるスタイルはバラード、アシッドハウス、グランジにしたよ。たまらないこの感情、ラグでも構わないさ、二人だけの秘密の行動、どんな障害も乗り越える。止まらないこの感情、ラグでも構わないさ、二人だけの秘密の行動、どんな将来も乗り越える。
殴っても構わないさ、二人だけの秘密のコード、どんな障害も乗り越える。止まらないこの感情、殴っても構わないさ、二人だけの秘密のコード、どんな障害も乗り越える。止まらないこの感情、殴っても構わないさ、二人だけの秘密のコード、どんな障害も乗り越える。ピアノ系スタイルとしてラグタイムを使う。その効果を聞いてもらったよ。ラグタイムのスタイルは本来の用途よりピアノ系スタイルとして使った方が面白そう。明るく軽快な曲を作ってもいいし、音の響きだけを借りて暗い曲を作ってもいい。普通のピアノ系スタイルの音だと響きが単純で物足りない。そんな時はラグタイム系スタイルを使って複雑な響きのピアノを入れてみるのもいいね。それじゃまたね。